ワルツのインタビューチャンネル。でもなんか僕も実家が商売やってたんで、なんかその感覚わかります。もう物心ついた時にはですね、家がなんかそういう商売やってるからなんかいずれ継ぐとかなんかそんなのも思ったりしますもんね、多分ね。ね、言われなくてもなんとなく思ったりしますよね。そうですね。自然とお客さんじゃなくてお客様って呼ぶようになってたとか。わかんないけど、なんか僕の場合そんな感じがあったんですけど。で、そっからじゃあそういう、経営関係とかを、ゼミとか専攻して、で、どんな感じになっていくんですか？実はね、もうその時に人事関係、戦略のゼミに行って人事関係のゼミに行ったんですけど、やっぱりその中でもやっぱりリーダーシップっていうキーワードにすごい惹かれてたりとか、すでにってこの場で言っていいのか分かんないですけどもうその時リーダーシップっていう、そうあと組織とか組織開発とか、人事とはあまりピンとこなかったんですけど、でもやっぱりそこのキャンパスの先生の中でコーチングとかをいち早く日本の中ですごく広めるっていうか、造形の深い方もいらっしゃったりとかねしていたので、やっぱりなんかそういうところとのつながりっていうのは当時本当大学生でしたけど感じる環境の中で勉強していたなって思います。でも20歳ぐらいの時にすでにコーチングっていう言葉自体にももう出会ってるわけですか？なんかそれに近い感じがあったと思う。もう隣の部屋の先生がそのことでCTI っていうねコーチングの方とつながりがあってやってる方がいたので、なるほどそうなんですね。でそこからじゃあ人事がそのリーダーシップとか、そういう言葉に惹かれつつ、その後はどういう？そうですね、周りはやっぱり就職活動したりするじゃないですか。やっぱ私の中ですごくなんでしょう、積極的にやってるように見えるんですけど、同時にモラトリアムっていうか、まだなんか社会に出たくないなっていうような意識も同時にあって、でその後に大学院に行くことにしたんですよね。大学院に行かれてるんですね。でその大学院の選択もビジネススクールっていう、慶応には経営管理研究科別名カタカナで言うと慶応のビジネススクールっていうのがあるんですけど、そこに新卒で普通は大体20代後半とか30代で社会経験をして実務経験があって入ってくるんですけど、新卒で入るっていうことをしました。じゃあ大学院だけれども割とあれなんですね。大学卒業からそのままストレートで行くんじゃなくて、一回社会出た人が入るような大学院。そうですそうです。MBA って言われるそういう実務のケーススタディを勉強しながら実務に生かしていくっていう。そこにあれなんですね。社会人経験なしでそのまま入ったんですね。そうですね。多分私だけだったんじゃないかなと思って学年でね。留学生はいたかもしれない。じゃあなんか本当に他の大学院ともちょっと違うような感じでもあるんですかね。全然違うと思います。やっぱり毎日がね、会計だったりマーケティングだったり戦略だったり、それにまつわるケーススタディなので、実際に起きたりとか先生たちが書いた物語で数字が入っているもの、それが自分が主人公で本人だったらどういうふうに分析をして意思決定をするかっていう、それをもう本当に徹底的にやるような2年間なので、フルタイムで。それ実際社会に出ないでその大学からそのまま入ったことによるなんかそのコンプレックスとかもあったりするんですか？そういうのは特に。そこに関するコンプレックスはなかったですよ。一番若かったんで怖いもの知らずっていうのはもしかしてあって、皆さんやっぱりいろんな経験、業界もいろいろじゃないですか。建設業とか金融とか製薬会社とか、だいたい企業派遣で来られる人がほとんどなので。なるほど、そうなんですね。私みたいに自費で新卒なんていう人はほとんどいないっていうじゃあそれで大学奨学金もらってましたけどね。でそこから大学院卒業してどうなるんですか？
そうですね。大体そこでもやっぱり、大学院に通ってる方、そのビジネススクール行ってる方っていうのは、だから元いる会社に戻っていく感じですよね。派遣される人は所属がもともとその会社なので元に戻って、例えば違う分野、ね、違う経営企画室に行くとか、いろんなジョブローテーションして偉くなっていくっていう。あとは当時ね起業する人も多かったですね。ちょうど私が卒業したの2000年なので、2000年問題とかインターネットバブルの時代なので、当時ねe アクセスとかねの創業メンバー、私のすごい仲のいい仲間なんですけど、彼なんかそうやって、インターネットのベンチャーやったりとかっていう、そういう人すごく多かったです。で、なべゆきさんは卒業されてどんな道を歩んでいくんですか？そうですね。ここも本当に似たような感じなんですけど、半分もう社会に出て足を突っ込んでるっていう感じなんですけど、でも半分なんかこのままでいいのかなっていう思いを持っていたんですね。なのでちょっと就職活動もしようと思ったんですけど、当時私の高校の同級生の友達がいて、たまたま同じ大学で、違うキャンパスだったんですけど、その仲間、男の友達なんですけどね、その2人と3人でインターネットのベンチャーっていうかね、そういうのを立ち上げようかなっていう話もあって、今でいうメルカリとかね、当時でいうとヤフオクとかが出てきた頃なんですけど、物と物を物々交換して、でそして同じ価値とお互いが認めたんだったらそれを交換する。例えばこのペンとそれからこのコップ同じだと思ってそれぞれいらないんだったら交換するみたいな、お金を媒介しないような物々交換のベンチャーのことを考えて、で大学院の先生に紹介してもらって、インキュベーターとか VC みたいなところにそのアイディアを持っていくって言ってプレゼンするみたいなことを、卒業直前、卒業前ぐらいですかね、にやっていて、実際私その中の一人今メルカリの役員やってるんですけどっていうような、結局それは形にはならなかったビジネスなんですけど、たまたまそこでインキュベーション持ってった時にそのインキュベーターの社長さんに声をかけてもらって、でそのビジネスプランを温めながら、違うところでそのビジネスプランを各サポートをするっていう風な、業務委託みたいなことをいただいたりして、でたまたまいくつかそういうお話を違うところでも違う別件でいただいたことがあったので、大学院の本当にお世話になった先生に独立したらどうっていうふうに言われて、普通だったらね社会まず出たら就職するんでしょうけど、そのまま大学院卒業して独立するっていう、そんなふうなことが、2000年4月ですかね。はい。すごいなんかなべゆきさんはどうしても僕にとってはもうコーチのイメージが一番強いのでなんか IT の話が出てくるとなんかすごい不思議な感じがしますけど、もうどっぷりあれなんですね。一歩間違えばじゃないですけど、もうほぼスレスレでそういうIT 革命の真っ只中に飛び込もうかしてた状況でもあったんですね。本当そうですね。今の私をだけ知ってる人は信じられないかもしれないですけど、そういう時代が、あって、独立していくつかの仕事を、ちょっとコンサルティング的なこととか、あとはちょっと場所を変えて大阪とか東京とか出張して行ったり来たりっていうことを独立自営っていう形でして、いろんなところでいろんな働き方をさせてもらっていたっていうことになります。じゃあその時の独立って、その独立って言った時に大体枕言葉で、例えばプロコーチとして独立とか、じゃあなんか僕だったら広告代理店として独立とか、なんかそういうのがつくと思うんですけど、その場合の独立って何としてっていう表現になるんですかね？その時はやっぱりそれをどう表現したらいいのかっていうのが、一番近い言葉としてはコンサルタントだったので、新規事業、そのインキュベーターのところで働かせてもらった時にも、その事業プランのブラッシュアップ、それをベンチャーキャピタルとか増資をする時のブラッシュアップをするコンサルティングっていう形だったので、コンサルタントっていうふうに名刺にも入れてやっていました。なるほど。ちょっとなんか思いっきりもう面白くて話が聞きながら時間がどんどん経ってしまうんですけどじゃあ、ちょっとねそういうコンサルタントとして独立されて、でその後に
コーチングとかとの出会いになるのか、どんな感じなんですか、そこから。そうですね。本当にそんな感じで、2年ぐらいそういったいろんなところで、例えば、事業プランを持ってらっしゃるところのお手伝いとか、あとは新しく何か新規事業を立ち上げるっていった時のコンサルティングとか、顧問みたいな形の契約をさせてもらって一緒にさせてもらっていたっていうのがあるんですけど、ちょうどそれから2年経ってぐらいですかね、2002年。私は26歳だった時なんですけど、その時にコーアクティブコーチングっていう、今、コーアクティブトレーニングインスティテュート、前の名前はコーチズトレーニングインスティテュートっていうところで CTI っていうコーチングの養成機関なんですけど、そこのコースに出会うっていうのがあって、そこから学び始めながらプロコーチとしての活動を始めたっていうことになります。どうしてもプロコーチとしての触れ合い方が一番多いんで、鍋木さんがそのプロコーチに出会ったというかになったのは、なんか人の紹介とかなんですか、どんな感じで。そうなんです。大学院のゼミの、後輩なんですけど、年は全然上の方なんですけど、飲んでた時に、いやなんかすごくもういいワークショップがあってっていう風に飲みながら紹介してくれて、ああそうなんだって思って忘れてたんですけど、またしばらく3ヶ月ぐらい経って飲んだ時に、いや本当にいいからゆきちゃんにぴったりだから行ってみたらどうって言われて、ロジカルシンキングとかクリティカルシンキングとかね、そういうものをやってもまだまだ足りないっていう感覚がすごくあったんですよね。で人の役に立ってないとかうまくいかないってことはまだまだ自分に実力がないんだみたいなね。だからすごい左脳チックな考え方をしながらも全然自分には足りない、もっとやらなきゃでいつまでこれ終わらないよねみたいな、そういう風なメンタリティで仕事を結構していたんですよね。で実際本当に戦略コンサルの方とかすごいいろんな分野の方とするんですけど、一緒にやっぱり自分がまだ足りないみたいなそういう意識があったので、でその上でたまたまそのコーアクティブコーチングの基礎コースに行った時に、もうガーンと衝撃を受けるような意識があって、それが私が今まで信じてきたことの真逆を提案するみたいなね、誰一人として間違っていないとか、もうすでにリソース材料になるようなものとか、その人らしさにはその人のものがあって、でそれで欠けていないんだみたいな考え方で、世の中の問題解決とかそういったもののやってもうまくいかないみたいな感覚ってあるじゃないですか。2000年問題とかね、いろんな戦争が終わらないとか、そういうものに対する第三の道っていうのかな、今までは黒か白かみたいな感じだったのが、第三の方法があるなってことに気づかせてもらったのがこのコーアクティブコーチングとの出会いだったっていうことになります。それが2002年、26歳の時ってことですね。今年実はたまたま独立して20周年っていうそんな記念の年でもあります。おめでとうございます。ありがとうございます。シンキングとか頭がっつり使ってきてる分、相当インパクトでかいですよね、きっとですね。1人目が1歳の時ですかね。応募してオーディション、アメリカだったんですけど、オーディションは子育てを始める前と後ではやっぱりすごい穏やかさとか、あと広さみたいなものの雰囲気が全然違う